レックドットのレビューも3回目ですね。今回の動画では外国語の動画の内容を理解するために翻訳機能を活用するといった使い方にポイントを当てて、レックドットの翻訳機能の使い方を説明しますね。もちろん翻訳機能の説明のために外国の動画を例にしているだけですから、他のシチュエーションでも応用できますので、紹介する以外の目的で機能を使おうと考えている場合でも使い方の参考にしてください。そもそもレックドットって何？という場合は面倒かもしれないけど、動画の説明欄にあるプロジェクト紹介動画を見てね。ここで一つお知らせ。このチャンネルでは幕開けというクラウドファンディングで日々実行されるたくさんのプロジェクトの中から面白いものを厳選して紹介しているよ。幕開けが時々行うクーポンやイベントなどの情報、紹介したプロジェクトの追加情報もお知らせすることがあります。もしよければチャンネル登録や通知の設定をしてくれると嬉しいです。それじゃあ今日もギュンギュンいくよ。きつね丸プレゼンツ鶴巻まき宮前もかの幕開けプロジェクト紹介。それではまず翻訳の基本的な流れを説明しますね。今回4つの翻訳方法を紹介しますが、基本的な流れは同じです。音声を録音してサーバーに転送、録音データから文字起こしをして翻訳するって流れだよね。そうです。リアルタイム翻訳かどうかは、その処理の流れを同時に行うか、一つずつ処理していくかの違いになります。ちなみに翻訳にあたって2つほど注意点があります。まず1つ目は、文字起こしと翻訳はそれぞれ1つの言語しか選べないということ。そして2つ目は、翻訳は文字起こしをした言語以外からしか選べないということ。1つ目は、つまり日本語と英語とか複数の言葉で会話しているような場合は、正確に文字起こしや翻訳ができないということ？そうですね。英語で会話をして文字起こしをしている最中に日本語の文章が入ってきたとしても、それを無理やり英語に解釈するか、解釈できなくなってしばらくフリーズ状態になってしまいました。日本語の特殊性からなのか、他の英語圏以外の言語も同じなのかはチェックできていませんが、日本語で文字起こしをしている時であれば、英語の文字起こしはカンマやピリオドが句読点になってしまう以外はちゃんと文字起こしをしてくれていました。それなら日本語で文字起こししてから翻訳すれば、できないんだね。そうです。2つ目の注意点の文字起こしをした言語で翻訳できないって制限のためにその方法も取れないんです。言語の複数選択や複数の言語の翻訳ができるようにというのは今後のアップデートに期待ですね。できれば文字起こしの言語は自動判定してくれるのがベストだよね。それでは実際に翻訳していく手順を4つ紹介していきますね。まず1つ目はイヤホン本体に録音するタイプの現場録音です。この方法はまずイヤホン本体に録音をして後でスマホに転送して翻訳するという手順で行います。この方法で翻訳するメリットとデメリットは？メリットはイヤホンをスマホに接続する必要がないので、思い立ったらすぐ録音できるところ、一度イヤホンに録音してからスマホに転送するので、通信エラーで音飛びなどが起きないため、文字起こしや翻訳精度が高いというところです。一方、デメリットは録音を完了させてからでないと翻訳できないので、リアルタイムでは翻訳できませんし、録音時間が長いほど転送時間が長くなり手間がかかるということ。周囲の音を録音するモードですから、スピーカーから音を出していなければ録音ができないというところです。リアルタイムの処理はできませんが、思いついたらすぐに録音ができるというのが便利です。リアルタイムに翻訳できないけど、その分精度が高いってわけだね。普段パソコンやテレビで動画配信を見ていて、外国語の動画を翻訳して理解したいって時に便利そうだね。それでは実際にやってみましょう。まず、翻訳したい動画とレックドットを用意します。レックドットの蓋を開いた状態にし、真ん中の赤いボタンを押すと、ケースの L か R の文字が光って録音が開始されます。光っているのはそちらのイヤホンに録音しているという表示です。あとはレックドットの近くでパソコンやスマホなどで動画を再生して音声を録音させます。生活音とかは入っていても問題ないの？動画の音がかき消されてしまうような音量のものが入っていると厳しいかもしれないですが、撮影しているカメラの位置で軽く話をしていても問題ありませんでした。さて、必要なところまで録音を終えたら、もう一度赤いボタンを押して録音を停止させます。
録音はこれでできたわけだね。ここからはスマホの BAIM アプリを操作しますね。BAIM アプリを立ち上げて RecDot と接続したら、画面下の記録のところをタップして、録音データ一覧の画面を表示します。そしたら今度は画面一番上にあるデバイスとイヤホンの表示があるところのイヤホンをタップして、イヤホン側に保存されている録音データ一覧を表示します。イヤホンに録音されたデータ一覧が表示されたら、先ほど録音したデータをタップし、画面下のデバイスに保存というボタンを押して、イヤホンからスマホに録音データを移動させます。転送が終わりました。結構時間がかかったね。Bluetooth 経由で転送するので、転送速度が遅いのは仕方ないですね。次は文字起こしになるのですが、スマホに転送した録音データがクラウドに保存されている必要があるので、クラウドとの同期が終わるまでもう少し待ってください。同期が完了しましたので、文字起こしを始めますね。録音データの項目をタップし、テキスト化のボタンをタップ。画面下からプランを消費する時間の確認ダイアログが表示されるので、再びテキスト化のボタンをタップします。最後に文字起こしする言語を選択したら、決定ボタンをタップすると、文字起こし中の画面に切り替わります。文字起こしはサーバーで行うのでこのまま待つ必要はないのですが、今回はこのまま完了するまで待ちますね。処理が完了して文字起こしされた英文が表示されました。次は最後の手順、この英文の翻訳です。画面右上のメニューボタンを押すと下から8つのメニューが出てくるので、そこの翻訳するというメニューをタップします。翻訳する言語が表示されますから、翻訳したい言語、今回は日本語をタップします。すると少し時間を置いて、文字起こしした英文の下に日本語が挿入されます。ところどころ単語がおかしいところはあるけど、ちゃんと意味の通る日本語が表示されているね。最近の AI の翻訳精度はすごいですよね。次は RecDot と BAIM アプリを接続してスマホに現場録音をするという方法で翻訳をしてみます。録音データをイヤホンじゃなくてスマホに保存するやり方だね。この方法のメリットとデメリットは何？この方法のメリットは、録音と同時に翻訳までをリアルタイムで行えること、文字起こしや翻訳の状況を URL や QR コードを使って最大300人もの人とリアルタイムに共有することができるところです。共有については話が広がりすぎるので、後のチャプターで別途説明しますね。デメリットは BAIM アプリと RecDot を接続する必要があるので、すぐに録音が開始できないところ、イヤホンで録音したものをリアルタイムにスマホに転送するため、転送速度が落ちてしまうと正常に録音できず、文字起こしの精度も下がってしまうところ、リアルタイムに翻訳ができると言っても、話している言葉が意味が通るように確定する時間、それを文字起こしする時間、翻訳する時間が積み重なってしまうので、日本語に翻訳されて読める文章になるまで、動画の時間から10秒以上遅れてしまうところです。動画と同時に見ようと思うと、その時間差は厳しいね。そうですね。同時通訳が入るような講演などの場合、通訳が追いつくまで待ってくれたり、ゆっくり話したりしてくれますが、リアルタイムに翻訳させながら動画を見るためには何かしらのテクニックが必要になりますね。それでは実際にやってみますね。まず、翻訳したい動画を再生する準備をして、スマホで BAIM アプリと RecDot を接続します。次に BAIM アプリの録音ボタンを押して現場録音をタップします。録音している波形の画面が表示されたら、画面左下に表示されているテキスト化するをタップし、音声の言語、今回は英語を指定します。そして画面が切り替わったら動画を再生します。あれ？これちゃんと動いてるの？すいません。きつね丸さんが撮影メモ用に裏でいろいろ喋っていたせいです。日本語を無理やり英語にしようとして一時的に文字起こしが止まってしまったみたいなんです。しばらくすると復活するのでちょっと待っててください。あ、一気に文字起こしが始まったね。それではメニューから日本語に翻訳するように設定しますね。翻訳が始まりましたが、画面下の日本語が頻繁に書き換えられているのがわかりますか？なんだか文章が増えたり減ったりせわしなく変わっているね。これはその上の黄色い文字の部分を翻訳しているのですが、黄色い文字の部分はまだ文字起こしの文章として確定されていない部分です。黄色の文章は録音と文字起こしが進むと随時追加されていくため、翻訳内容もそれによって内容が変わってしまい、頻繁に文章内容が変わってしまうんです。
そのためまともに読める文章はその上の確定された翻訳までで、時間的にはその話題は過ぎてしまっているということが多々あります。リアルタイム翻訳で動画を見ようと思った時の難しさがここですね。確かにこれじゃあリアルタイムに翻訳と動画を見るのにはテクニックが必要にもなっちゃうね。それでは3つ目の方法を紹介しますね。3つ目は BM アプリのオーディオビデオ録音の機能を使って翻訳までを行います。レックドットは使わないってこと？確かに動作としてはレックドットを使わないのですが、BM アプリ自体がレックドットと接続しないと録音機能を使えないようになっているので、全く使わないというわけではないんです。レックドットがドングルキーになっているわけだね。そうですね。この方法のメリットは、動画から再生される音声をそのまま録音してくれるため、周囲の騒音などに影響されず、どこでも高品質な文字起こしや翻訳を行えるところです。一方、デメリットとしては、動画再生アプリや契約プランがバックグラウンド再生に対応していなければ、リアルタイム翻訳ができないところ。確かに YouTube プレミアムとかに入っていないと BM アプリに切り替えた時点で再生が停止しちゃうものね。あくまでリアルタイム翻訳ができないだけですから、録音だけ先にさせて後から文字起こしや翻訳をすれば、動画をバックグラウンド再生する必要はありませんけどね。あと、レックドットとの接続は必須なので、イヤホンを使用している場合は問題ないですが、そうでない場合はイヤホンの音が周囲に響いてしまうところです。接続しているから再生してる動画の音声がイヤホンから流れちゃうんだね。そうです。翻訳まで先にさせておこうと思ってレックドットのケースの蓋を開けた状態でこの方法を実行すると、ケースから音が出て周りから注目されるなんてことになるので注意してください。一応イヤホンのボリュームを1にして再生すれば録音はしっかりできるけど音漏れするほどの音量にはならないので、対策自体は可能です。それでは実際にやってみますね。まずレックドットとスマホを接続して録音する動画を再生する準備をします。次に BM アプリに切り替えてオーディオビデオ録音で録音を開始させます。録音が開始されたのを確認したら YouTube などの動画再生アプリに戻って動画を再生させると、動画を再生している裏で動画の音を録音します。動画アプリから BM アプリに戻ってみるとちゃんと録音をしているのを確認することができます。この状態から文字起こしと翻訳をすることでリアルタイム翻訳も実行することができますよ。この時再生している動画のバックグラウンド再生に対応していれば、動画をピクチャーインピクチャーで見ながら翻訳と動画を一緒に見ることができます。動画と翻訳を同じ画面で見れるから便利だね。リアルタイム翻訳はどうしても確定した文章が長くなってしまうことがありますから、文字情報が多い画面の方が読みやすいですよね。最後の4つ目の方法は先ほどのオーディオビデオ録音の応用で、動画の画面の中に文字起こしと翻訳を表示します。動画の画面の中に？どうやって？正確には動画を再生している画面にピクチャーインピクチャーの機能を使って文字起こしと翻訳の画面を表示する方法になりますね。この方法のメリット、デメリットは3つ目の時とほぼ一緒です。ただ違う点として、メリットとしては動画のバックグラウンド再生に対応している必要がないこと。デメリットとしては、ピクチャーインピクチャーの画面に文字起こしと翻訳の文字を表示するため、画面が狭い分、読むことができる情報が少なくて読みにくくなってしまう点です。ピクチャーインピクチャーの画面サイズだと文字が小さくて読みにくそうだけど大丈夫なの？その点は考慮された文字サイズになっているので、文字自体が読みにくいということはないです。それでは実際にやってみますね。まずは再生する動画とレックドットとの接続を準備して、先ほどと同じくリアルタイム翻訳をできる状態にします。撮影では動画を再生しながら翻訳を開始していますが、実際は録音開始と文字起こし、翻訳の設定は動画再生前にできるので、実用的にはこちらを先にしておくといいでしょうね。それで、リアルタイム翻訳をする状態になったら、右下にある字幕のアイコンをタップします。すると、文字起こしと翻訳の表示がピクチャーインピクチャーの表示に切り替わります。この状態になると動画の方は一時停止状態になるので、動画アプリの方に切り替えて再生をすると、文字起こしと翻訳がピクチャーインピクチャーの方に書き出されていきます。動画と一緒に表示されるから確かに字幕表示っぽいね。ただやっぱり情報量が少ないから文字起こしだけならともかく翻訳と一緒にだとちょっと見づらいね。そうなんですよね。
翻訳の遅延なんかも考えると、動画の翻訳字幕としてはちょっと使いにくいかもしれませんね。今度はおまけとしてその2でちょっと触れたリアルタイム文字起こしと翻訳の共有をする方法を紹介します。手順は一番活用しそうなその2で紹介した現場録音を例にしますが、その3とその4の方法でも一応可能です。ひとまず BM アプリとレックドットを接続して現場録音で翻訳したい動画のリアルタイム文字起こしを開始します。その次に右上のメニューをタップすると出てくるメニューにテキストライブという項目があるので、そこをタップします。そうするとリンクをコピーと QR コードを作成、もっと見るという項目が表示されます。リンクをコピーはこの録音の文字起こしをリアルタイムで閲覧できるウェブページへのリンクと、そのページへアクセスするためのパスワードがクリップボードにコピーされます。そのクリップボードの内容をメッセージアプリなどを使って他の人と共有すれば、文字起こしを共有することができます。文字起こしした内容を翻訳するのは共有された人が選べるので、録音している言語を普通に読んで理解できる人なら、わざわざ翻訳せずに文字起こしを活用することもできます。QR コードを作成を実行すれば、他の人にスマホなどで QR コードを読み込んでアクセスしてもらうことで簡単に共有ができます。もっと見るはスマホの共有機能で共有します。LINE や Slack などに直接メッセージを送れますから、クリップボードを使うより素早く多人数に共有できますね。今回はクリップボードにコピーして自分で共有画面を開いてみます。こうすることでブラウザで文字起こしした内容を確認することができるようになりました。ここで画面の下の翻訳というところをタップすると、自分で好きな言語へ翻訳することができます。翻訳が不要であればそのまま文字起こしされた文章で内容を確認することができますし、最近は同じ職場にいろいろな国の出身の人がいることも多いですから、そういった方は母国語に翻訳することで日本語に翻訳されるよりも素早く理解することができると思います。また翻訳をしている時には右下にスピーカーがミュートされているマークが表示されます。ここをタップすると確定した翻訳の部分を読み上げてくれるので、うまく使えば会話している人やスライドなどに集中しつつ翻訳された文章を聞いて理解を深めるといった使い方ができます。ただ確定されるまで読み上げしないため、読み上げるまで時間がかかってしまうことや読み上げる速度を変えられないので、会話が先に進みすぎて読み上げている内容がどんどん遅れてしまうといったことが起きてしまうので、使い方にはちょっと注意が必要かもしれませんね。機能としては便利だけど、実用的になるにはもっと技術の進歩が必要かもしれないね。さて、ここまで4つの翻訳方法とおまけで共有方法を紹介しましたが、まきちゃんはどうでした？そうね、あくまで動画の翻訳であればだけど、オーディオビデオ録音を使って一度録音だけ済ませておいて、後から見直す時に文字起こしと翻訳をするって方法が一番使いやすそうかな。生配信を見たい時はリアルタイム翻訳で頑張るしかないのかもしれないけど、時間差に慣れるのは大変そうだよね。でも生配信は録画と違って編集がないので、言葉と言葉の間が開くことも多いですから、意外となんとかなるかもしれませんよ。隙間のないマシンガントークする人だと難しいかもですが、確かにそこは人によるってところだね。ちなみに今回は翻訳に焦点を当てたので説明しませんでしたが、翻訳した後に BM アプリの要約機能を使うと、翻訳した言語で AI が要約してくれる便利な機能があります。エンターテインメント系の動画ではあまり使うことはないかもしれませんが、ハウツー系動画の場合はとても読みやすくポイントをまとめてくれますので、翻訳と合わせてぜひ活用してみてください。というわけで今回の内容はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは私たちが気になったワクワクするプロジェクトの紹介を中心に、レビューや幕開けで役立つポイントなどを紹介しています。ショート動画の方では開始直前のプロジェクトの紹介とかもしているから、他の動画もチェックしてね。動画の内容は作成時のものなので、あなたがこの動画を見ている時と情報が少し変わっていることがあるかもしれません。後からお伝えしたい情報が出た時は動画内容を変えることはできませんが、サムネイルや説明欄、コメント、チャンネルの投稿などを使ってできる限りあなたにシェアしていきます。ですので最新情報を見逃さないようチャンネル登録やフォローをしてもらえると嬉しいです。
よろしくね。最後に今回紹介した幕開けプロジェクトのリンクは動画の説明欄に書いてあるので、プロジェクトに興味があったら見てみてね。それじゃあ次の動画でもまた会おうね。バイバイ。また次も見てね。